お坊さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今年、YouTube 最初にこれ出させていただいた時にやったやつなんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ここにこれが去年出た芽ですね。でその周りにあるこういうのが一昨年の葉になるんですけど、要はこれを全部抜いてしまうという作業ですね。でものにもよりますけど、こうやってピンセットなんかで抜いてこういうふうにきれいにしていくんですけどね。こういうふうにですね、先ほどあった芽が、古葉を取ると、すっきりすると、こういう作業を今ちょっとやってます。こういうのですね。だからここも古い葉をこうやって取っていってってしますけど、ちょうど今ここに、黒松の古葉取り、をちょっと今日はご説明していきたいと思うんですが、黒松のお手入れって難しいやろっていう方、最初、やったことない方多いんですけど、言ったら年2回しかないので、今年夏頃にちょっと、出させていただいた芽切りですね、これがまず一つ。それとこの年末ぐらいにやる古葉取り、この年2回しか、大きく分けてお手入れというのはないので、ここをしっかり覚えておくとですね、型崩れしづらい、こじんまりとした黒松盆栽というのを楽しめると思うんですけどね。今日は、その古葉取りというのをちょっとやっていきたいと思います。で、これちょっと上の方はですねちょっともうやってるんですけど、あと下の方がまだなんですね。で、去年の葉が残った状態ですね。で、これを今から抜いていくんですけども、芽切りをした後に当然2番目の芽が出てくるんですね。で来たところからだいたい2つ3つ新しい芽が出るんですけど、それを育てていくわけなんですけど、その後芽かき言うてですね、その出たやつ、1つ切ったところから2つ3つ出ますので、当然増えてくるわけですから、芽かきっていう作業をするんですけど、それ別にしなくてもですね、この古葉を取るタイミングで一緒にやってあげれば、2回で済むという感じですね。そんなに、1年通してたくさん楽しみたい方は分けてやってもらっても全然構わないんですけど、だいたい基本で、1つの芽のとこから、残す芽は2つという形で、余計な分を抜いていくんですけどね。最初芽が出てるやつを切ることによって、そこから2つ3つ出るわけですね。でそれを基本は、バランスのいいように周りと見ながら1つ落としてあげることによって、2つ残すというのが、基本的な形なんですけどね。それも場所によってはですね、ちょっとここは芽数木ちょっと勢いが弱いっていう場合は少し3つにしてみたり1つにしてみたりということもあるかと思うんですけど、基本としては2つ残すと、3つあったら1つ取って2つ残すというような形でやっていくと、全体のバランスが取れるかなとは思います。で、どこを取っていいやろうかっていうのが分からんっていう方いらっしゃるんですけど、当然3つもしあるとして、例えばこの辺取ったとしたらですね、くっついてしまうわけですよね。でこれがあって、真ん中落としてあげると、いいようにバランスが取れると、お日様の光もよく入るというような形で作ることができますので、大体は3つあったら真ん中落とすという形の方がほとんどの場合はいいと思いますけどね。場合によって1箇所の枝のところから3つ4つ5つって元気のいいやつは出るやつもありますから、そういう時は当然基本が2つですので、落としていくわけですけどね。で、芽切りの時にも言いましたけど、葉っぱがいっぱいあったり、その芽数が多いとそっちにどんどん勢いを取られてしまいますので、そっちだけどんどん太っていって、弱いところはだんだん弱っていくというような形になりますから、全体を同じような感じでやっていってあげたらいいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ実際にちょっと取っていきますね。実際は2つずつなんですね、芽はですね。ここは残してるのはですね。だけど
このまま置いとくとこことここはもう重なってしまってますので、こういう場合は1個もう1個落としてあげてもいいかと思いますね。こういうふうな形ですね。でここなんかもそうですけどここは針金で枝をこう落とすというちょっとこう下げるというやり方もあるんですけど、針金をかけなくてもですね、こういうところちょっと、1個ここを取ってあげるだけでですね、随分こうすっきりした感じになってきますので、ここは3つ残ってるんですね。わかりますかね。これ1つ2つ3つってこう3つあるんですね。だからこういう時にはこの真ん中の方向を取ってあげるというような感じですね。こういうような感じでこう調整してあげるとですね、古葉を取りながらこういうところを揃えていってあげると随分見やすい木になってきますね。ここなんかもこう3つ残ってるんですね。1、2、3っていうふうにですね。と真ん中ってさっき言いましたけど、そうするとここ取ることになるんですけど、あんまり極端に開きすぎてもあれなんで、こういう時はちょっと外側の方を取ってあげて、こういうふうな感じですね。まとまってる方がいい感じなんですか。こう3つあるうちの真ん中を必ず取らなきゃいけないというわけじゃないので、こういうふうな形で、3つ出てる場合もあるので、その時はここを取って、極端にここが開くよりはこっちを取ってバランスを取ってあげるというようなやり方ですね。だから全部が全部真ん中を取らなきゃいけないというわけじゃないので、バランス全体を見ながらこうやっていかれるといいかとは思うんですけどね。ここは3つあるんです。ここ1つ2つ、ここの後ろにちっこいのがあるんですけどね、もうこういうちっこいのは取ってあげるっていうようなやり方ですね。でこういうふうにどんどんこう余計なところっていうかですね、これを取っていくともう随分こうすっきりしていきますので、ここもありますね。ここも3つあるんですけどね、1、2、3って3つあるんですけど、ここの場合はこの向こう側のやつでもいいですけどね。向こう側のやつをこう取ってあげるというような形ですね。ここもちょっと変わったやつがあります。ここは2つでいいんですけど、ここも2つなんですけどね、これちょっとくっつきすぎてるのでですね、こういうとこはこのちょっと勢いのいい方を逆に、極端にこれが勢いが悪くて小さければですけど、こんだけちゃんと芽出てれば問題ないので、ちょっと強い方を逆に落としてあげてバランスを取ってあげるという感じですね。ここも3つあるので、ここの場合は真ん中を取るというような形ですね。こうやってこう周りをこう見ながら一目一目こうやっていかれるといいと思いますね。はい、で実際に古葉の方ですね、抜いて、まだこの辺は抜いてないので抜いていくんですけど、前回やったのと同じようなんですけど、もう去年の葉をこうやってどんどん取ってあげて、で取った上で見ると、これがちょっと勢いが弱いですね。で3つあるのでこの1つを取ってあげると、もうこの古葉を取る作業の時に一緒にやってあげると、もう1回で作業が済むという形ですね。で芽切りの時もそうなんですけど、基本こういう作業をやる時は、上からだんだんこう下へいくというやり方のがいいんですね。でそれなんでかっていうと、当然上で切ったりこの葉を抜いたりしたやつが下に落ちますので、下の枝にどうしてもかかりますから、下からやっていくと上やった時に下の方にまた抜いた葉とか芽が溜まっていきますのでね、またそれをこう払ったりしないといけないので、もう上から順にこうやっていくとそういう手間がないのでですね。ただこれが針金掛けになると逆でですね、下枝からかけていくと、当然こう上の枝を針金かけて下げようって言ったら下の枝邪魔になりますからね、まず下から今度はかけていって上へ上へ上がっていくというやり方ですね。
が目切りと古葉抜き古葉取りの場合は、上から順にこうやっていくと。で全体をこう見ながらやっていく方がいいので、こう回しながらやると、こういう回転台なんか持ってらっしゃるといいですけどね。よく、お客さんなんかちょうど見てらして言われるんですけど、ピンセットでやるのがいいというご質問があるんですけどね。別にピンセットがなかったら指でもいいんですけど、今最近は商品盆栽言ってちっこいのをやっていきますからね、当然中の方まで手が入らないでしょうから、こういうピンセットを持っておくとやりやすいとは思いますね。春以降9キロもですよね。体重が減だいぶって細くなってますよ。なんかえらい痩せやせんねって言われてたんですけどね、とうとう今また池中源太に戻ってしまいこれ分かる人いないですよね。分かります？80キロでしょ。です、うちの娘に言ったらびっくりしました。池中源太に戻ったって言ったら、何それって言われました。完全昭和ですよね。昭和ですね。知らんしって言われました。80キロって要はデブっていう意味なんですかね。どうなんですかね。池中源太80キロ。なんかまさか自分がそれになるとはですね。飯食わないんですけどね。その米の汁を飲んでるんです。米の汁ですね。米の汁、一升瓶が2日でなくなりますのでですね。これ去年の葉を抜いてるってことですか？そうです。去年の葉を抜いてるということですね。これは今年出た新芽ですね。でこっち側にもありますけど、でその周りにあるこういうのは去年の葉なんですね。これをこう抜いていくわけです。生えてる方向にまっすぐこう抜いてあげるっていうお手入れの仕方ですね。去年の葉を根こそぎ取っていきます。だいたい10月ぐらいとかはですね、まだ今年出た芽のやつが固まってないので、こういうふうにこう手入れたりしてやってると今年の葉までポロポロ抜けてしまったりっていうことがあるので、だいたい11月ぐらいになればもう固まってますのでね、どうしても10月頃にやらなきゃいけないという時にはもう気をつけてやりますけど、普段慣れてないでやるんだったら11月12月ぐらいにやってあげるのがいいんじゃないでしょうかね。新年を迎える前にちょっときれいに散髪をするじゃないですけど、去年の葉全部抜いちゃう。去年のは全部抜いちゃいます。当然今年の芽が出てる場合のみですね。いや普通は全部抜かんやろっていう人もいらっしゃるかもしれないけど、これ実際にいたんですよ。今年の葉まで全部抜いたっていう方がですね。ちなみに、全部葉抜いたら枯れるでしょ？そうですね。もう枯れちゃうでしょうね。光合成ができないからですね。あれ今年出た芽はどこ行きましたっていう状態になった方もいらっしゃいます。まだ古葉もちょっと残ってるんですけど、ここ4つあるんですよね。芽が1,2,3,4って4つあるんですよね。で比較的こういうのはもう簡単でこう真ん中で取っていくんですけど、向こう側とこう取ってあげればですね、ちょっと無理して取れなかったですね。こういうふうにですね。で周りの去年の葉もきれいに取ってあげると。
4つじゃないですね、5つありましたね。もう1個ちっちゃいのがありましたね。こういうふうに取ってあげるという感じですね。今のは4つじゃなくて5つでしてですね。こういうで勢いがちょっと弱い枝ですよね。こういう時はこう無理してこうフルバポット取ると今年のやつまで取れることがあるので、まあできたらこれも来年までこう育ってくれることを祈って、こういう時はちょっと葉っぱをハサミで切ってあげるとこれですね。で残しといて方がまあ取ってしまうのはいつでもできるので、こういうのもちょっと大事に取っとくと、もしかしたらそこからいい枝が出るかもしれないですね。どうなんでしょうね。昔私はこれ始めた頃はよく手袋なんぞして手入れができるかって言われてたんですけどね、できるんですよ昔の人はでも本当手袋してないですよね。こう見えて非常に肌がデリケートでですね、松ヤニで手が荒れるんですよね。見えます見えないです。頑丈そうですよ。いやこの辺もちょっとあんまり勢いが良くはないんですけどね、どうしても上へ力がいきますので、植物はまあみんなそうですけどね、上へ行ってしまいますので、下の方はまあ極力ちょっとこう残すような感じでいった方がいいと思いますよ。こんな感じで今古葉取りが終わりました。まあ今年の新芽だけ残して古葉を全部取りましたので、ちょっとすっきりしましたですね。これが、年内最後の作業ですね。黒松のお手入れに関してはですね。でこれから先の管理はもうあとはお水の管理だけですね。はい、あとは病害虫予防ということで、薬剤散布っていうのも出てきますけど、冬場は、今なかなか入手困難というかですね、普通の方が使う、500ミリのボトルっていうのが販売禁止になっているので、石灰硫黄合剤っていうお薬があるんですけどね、冬場の消毒はこれに勝るものはないというぐらいいいんですけど、これが今ちょっとなかなか、簡単に手に入らないのでですね、実際業務用の大きいやつはあるんですよ。でそれちょっと使い切らないのでですね、なかなか、それを使うことはできないかと思いますけど、冬場にそういう消毒やっておくとですね、またちょっと春、病気なんか予防することもできますのでですね、虫と病気とですね、そういった薬剤散布なんかも、考えておかれるといいかと思います。また時期が来たらですね、その時にちょっとご説明させていただきたいと思いますけどね。はい、大体こんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。質問です。はい。前も聞いたかもしれないんですけども、はい、冬場のなんか霜とか、はいはい、蜂が凍ったりとか、はい、例えば雪が降ったりとかはいは大丈夫なんですか？雪が降ったというかその気温ですね、北海道とかあっちの方になるとこういう黒松っていうのはちょっと持たないかな。松自体が北海道の方っていうのはちょっとないのかな、ないですからね。あれですけど、この辺のとか普通に雪が積もったりとか全く問題ないので、はい、そうなんですね。ただ蜂がですね、もう植え替え時期が過ぎてて根がパンパンでなんかのあれでちょっとパリっていくことは
可能性としてはありますけど、ただ和鉢、日本製の和鉢であったらまあめったなことでは鉢も割れないと思うんですけどね。まずこの辺で割れることはないですね。はい。結構高鍋でも氷点下点になりますけど、その辺で鉢がどうこうとか木がどうこうというのは松の場合はないです。はい。いやイタリア、フランス、はいはい、アメリカ、あとアルゼンチンからもコメントがつきましたので、世界的にそこら辺どうなのかなと。まあだから海外中のまた私も台湾行ったことありますけど台湾の場合は台北台南でえらいな違いがありますけど、あっちはだいぶ日本よりも南にありますからね、だいぶちょっと暑いところだからそういうちょっと国が違うとお手入れ方法も若干変わってくるのかなという気はしますけどね。ただ、普通にこの辺とか、まあ、宮崎でも高千穂とかですね、観光地で有名ですけど、あの辺が、マイナス寒い時はマイナス14度とか、お寺の和尚さん言ってましたですけど、あったかい日でマイナス4度で、ちょっと今日は冷えるなという時にはマイナス14度と。宮崎なのにだけどそこ黒松何本持ってらっしゃる、結構持ってらっしゃいますけどね、全く問題なく、黒松がお好きな方で、だからまあそんなに日本の場合はですね、まあ北海道とかそういうのはまた別ですけど、気にしなくてもいいかなとは思いますけどね。あと情報によると、昨日おとつい生放送出演があったと、ちょっとその辺の話を。地元のですねテレビ局さんの方からですね、たまたま今宮崎神宮の植木市っていうのをやってるもんですから、まあ番組のネタ探しっていうことで来られてまして、で、ちょっとお話しさせていただいたら、前回配信させていただいた石付きの心拍ですね、あれの作り方とかをちょっと聞かれたんでご説明してたんですけど、非常に興味を持たれて、で、その番組に出演してもらえないかというふうに言われましてですね、でまあ、植木市としてもそういうのに出るのは非常にありがたいことなので、まあお受けして先日、その撮影というかですね、もう、生放送生出演ということでちょっと場違いなあれをさせていただいたんですけど、その時に、まあ、このくるから村の YouTube の方も言っていただいてということで、やりましたので、願ったり叶ったりですね。そうですね。またいろいろその石付きの、作り方とかですね、そういうのも前回ご説明しましたけど、そういうのを、テレビの方でもまたそういう宣伝していただいて非常に、ありがたいことで。ありがたいですね。緊張しなかったですか？いや、思いっきり緊張しました。もう中シャツ汗でびっしょりでした。ご苦労様でした。ちょうど背骨のとこ背中の汗がずーっと流れていくのですね。リハーサル結構レポーターの方なんかがディレクターみたいな方とこここうしようかみたいな、りーちゃんここうしようかとかいう話をされるんですけど、私は全然最初から変更なしなんですけど、リハーサルやるにつれ毎回話すことが違うともう前喋ったこと覚えてないというような感じでですね、やりましたですけど、まあ、一応ここをメインでっていう形で生放送やっていただいたんで、非常に本当、この場をお借りしましてというかありがとうございました。で、放送内容は見てないと。まだ見てないんですよね。当然生放送ですから、見逃し配信とかいうのがあるっていう気がします。まあそれでちょっと探してみたいなと思いますけど、いろいろ他のところから出てたねとか、そういうまあ LINE なんかとかですね、直接電話とかそういうのは結構来まして、結構見てんだなと、まあありがたいことで、反応があったということはですね。ご苦労様でした。もうこの植木市の振興会の会長がちょうど番組が終わった後ですね、来春もぜひその番組にとなんか逆に交渉してましたですけど、まあそれはどうなるか分かりませんけど、
まあやっぱああいうのに出させていただくっていうのは非常に、はい、ありがたいですね。たくさんの人の目に触れますのでね、はい、非常に緊張しました。はい、石づき、糸魚川心拍の石づきですね、この間ちょっとこの前の方だけ苔をつけてまして、で、こんな感じでつけていくんですよっていう話をしたんですけど、まあ全部貼り終わっておりますので、はい、まあこういう感じでですね、はい、できております。いかがでしょうか。まあこの状態でもう木も落ちませんので、はい、これが出演したんですね、これ。ですね、なんかこれに食いつかれてですね、はい、これの作り方をということで、まあ、番組内で、まあ、話をさせていただくという形だったんですけど、まあ、時間的に無理なんでこの YouTube の方をまあ見ていただくと、はい、いう形になったんですけどね。はい。